脳のメカニズムで、あなたの意思とは無関係なところで勝手に起こってしまうということなんです。今回は親孝行の常識をガラッと覆す、これまであなたが聞いたことがないような話をします。これはよくある生まれた時点で親孝行は済んでいるとか、個人の自由であって義務ではないといった考え方に関する話とは異なる、全く新しい内容になります。もしもあなたが親のことを心配していたり、心が苦しくなったり、問題があって心がもやもやしていたり、無理やストレスを感じたり、どうしたらいいか悩むことがあったとしたら、今回の動画で脳や意識のメカニズムから親孝行について知ることによって、あなたの親に対する考え方は確実に変化するでしょう。すると、してあげなくてはならないから解放され、自分のために生きようと力むこともなく、肩の力を抜いてリラックスした状態で、さらには時間に追われることもなく、経済的に豊かで心も豊かなあなたも周りの人も、今よりもっと楽に幸せになるという理想的な未来がやってくる。またとないきっかけを手にすることができると思います。今、多くの人が周りに気を使って自分のことを後回しにしてしまいがちです。自分を大切にした方がいい、大切にしていいんだと頭では分かっているけど、抵抗感があってなかなか難しい。先ほどの例のように、そうだよねと思ったとしても、それ実際には無理という内容が多すぎると思いませんか？過去、私はずっと思っていました。それができれば苦労していないって。わかるけどできない。変わりたいけど怖い。幸せになりたいけど罪悪感がある。そういうアクセルとブレーキを同時に踏み続けているような人生をもう続けたくないと思う方は、スルーしないで必ずこの機会を掴んでくださいね。メカニズムって何か難しそう。私には理解できないかもと心配になった方もいるかもしれませんが、大丈夫。とてもシンプルな話で、覚えなければ使えないという情報ではありません。ただし、メカニズムというのは、車で言うとエンジンをかけるだけでは走らない。アクセルを踏んで初めて動くというのと同じように、全体を知って初めて使いこなせるものなんです。だから途中でやめてしまうともったいないので、どうぞ最後までしっかりご覧くださいね。前半は常識を覆す科学的な深い根拠と解決策。後半は具体的なやり方をお伝えしますね。これは多くの人が抱えてしまう、そう言われても無理よねという気持ちを変える人間のメカニズムに合わせた3つの解決方法です。では、早速本題に入りましょう。結論から言ってしまうと、親孝行しようと思わなくていいということです。驚きましたか？ここで少しだけ考えてみてほしいんです。あなたは親孝行と聞いたとき、どういうイメージが浮かびますか？プレゼントを贈る、実家に帰ること、
それともちゃんと連絡をすること？人によっていろいろあると思います。実はね、ここに今日の話の一番大事なポイントがあります。人はすぐ形に名前をつけたがります。親孝行、親友、理想の夫婦、いい家族。だけど、思いに名前をつけてしまうと、その瞬間にあなたの価値観や過去の経験から来るあなた独自の親孝行のイメージ像が出来上がってしまうのです。人間の脳には過去の古い記憶や体験をもとに自分の理想の形というものを生み出す働きがあります。それが親孝行をしようと思わなくていい科学的な深い根拠です。つまり、親に対する感謝や思いに親孝行という名前がついた瞬間、あなたが思うあなたなりの親孝行の基準や理想の形が生まれてしまうんです。親孝行はこういうものというイメージ。理想の形なんて誰でも持っているでしょう。何がいけないのと疑問に思うかもしれませんが、例えばこういう問題が起こります。父の日や母の日にはプレゼントを贈るものだ。誕生日には一緒に食事に出かけることが親孝行で、それをしないのは親不幸だと思ってしまう。ここには自分の理想をコンフォートゾーンとして心地よいと思う機能も備わっています。さらには現実があなたの理想から離れてしまうと不健を勝手に感じて不快感やストレスをあなたに感じさせてしまう、そういう働きもあります。わかりやすく説明をすると、例えばテレビや漫画で見たいいなぁ、素敵だなぁと思った親子を参考にして、自分なりの理想の親孝行のイメージを作るのも、理想と違う、足りない、ちゃんとできてないとストレスを感じたり苦しくなったりするのも脳のメカニズムで、あなたの意思とは無関係なところで勝手に起こってしまうということなんです。けど、そんなことは知らないから、あなた自身が思い描いている形、つまり理想やイメージとずれていると、自分の行動だけではなく、人に対しても強いストレスや葛藤を生み出すことを止められなかっただけなんです。原因は心ではなく脳にあります。多くの人はこの事実を知らないし、そういう仕組みが自分の中で勝手に作動しているということを気がついていないと思います。だから私もこれを知るまでは実際苦しんでいました。正しい情報を知らないことが理由で、今も多くの人はストレスや悩みを抱えて困ったり苦しんだりしています。こんなに情報が溢れている時代なのに、ここまで伝わっているかな？この脳のメカニズムを知ることによって、解決策はとてもシンプルなものになります。親孝行で苦しまない、無理をしないために大切なことは、もっとシンプルに考えていいということです。具体的に言うと、美味しいものを食べて、あ、これ好きそうだなと思ったら送る。それだけ。小さな子供が自分のおやつを、はいどうぞって差し出すみたいに。あれって親孝行をしようと思ってやってはいないでしょ。ただ思いのままに動いただけ。だから自分には関係のない
親子のシーンなのに感動したりする。思いのままってそれだけ人を幸せにする力があるんです。もう一つの具体例として少しだけ私の話をしますね。私は子供の頃いろいろな経験があって心を閉ざして生きてきました。どこかずっと一人ぼっちみたいな気持ちがありました。普通の家庭がいい、優しい親がいい、ずっと苦しかったんです。もうね、最近気がついたんです。あの苦しかった過去の中にも親の愛はちゃんとあったって。それは特別な出来事ではなく、家族で食卓を囲んでいた、そんな何気ない日常の中にありました。心を閉ざしていたのは私だったんですね。私は幸せな家族、仲の良い親子、自分の理想とは違うことに苦しんでいたということです。現実をより苦しくした原因は私の理想の形と現実が違っていたということ。それにより勝手に脳が働いてより苦しみ、強いストレスを感じていたということです。当時の私はそんなことが起こっているとは知らなかったから、親の思いそのものではなく、自分が作った理想の形を追い求めていたんですね。今回お伝えしたような人間のメカニズムを知って、ようやく愛に気がつけた。それが私の体験です。こんな風に気づくってシンプルだけど効果がある解決方法になるんです。今回の内容を復習すると、人間のメカニズムとして親孝行という名前をつけた瞬間に脳は自分なりのフィルターを通して現実を捉えるようになります。その結果、私の思い描く形じゃないからダメだと現実や自分を拒絶することが起こり、結果苦しむということです。そして脳のメカニズムに沿った解決策は1、気づくこと。親孝行をしないといけないという焦りや罪悪感が浮かんできたら、脳が勝手に理想の形というフィルターを使おうとしていると気がついてください。無意識だった脳の働きに注意を向ける。シンプルですが、これこそが脳の回路を変えるファーストステップになります。2、脳に教えること。形じゃなくてもいい。自分の本当の気持ちを大切にしていいと自分に許可を出して脳に教えてあげます。人が本当に求めているのは物や形、そういったものではなくて、それを手に入れた時に感じる感情や心地の良い状態の方です。ただ、思いのままに動く。その思いのままにこそ人を幸せにする力があるんです。最後に、それでも不安が浮かんできた時や、そうは言われてもといった気持ちが浮かんできた時の3つの解決策をお伝えしますね。1、あなたの気持ちや状況をまず大切にすること。2、やらないという選択肢も自分に許すこと。3、形にこだわらないこと。したいけどできない事情がある人もいるし、そもそももうこの世にいない人もいるから、
正解なんてないと思います。思いはあなたの内側にちゃんとある。ただ、名前をつけた瞬間に見えなくなることがある。もっとシンプルに考えていいんです。あなたが肩の力を抜いて笑って生きてくれること。それがあなたがより幸せに生きるために一番大切なことだと思います。今回の話があなたの人生を変えるきっかけになることを願っています。公式 LINE 登録の方限定で脳のブレーキ診断セッションをプレゼントしています。気になった方はまず登録だけ済ませておいてください。このブレーキを外してもっと人生を楽しみたいと思ったタイミングで受けることができますよ。このチャンネルでは今回のように人間のメカニズムとメタ認知をどこよりも分かりやすく解説しています。この仕組みを知るだけで人間関係の悩みが減ったり、お金の問題が軽くなったり、願いが叶いやすくなったり、姿勢がすごくシンプルに動き始めます。続きが聞きたくなったらまたここに戻ってきてください。意識変容コーチ中江でした。